何年経っても Love Yourself を忘れないでください。自分を愛することを忘れないで生きていきたいっていうのは自分に言い聞かせてます。サワディーカップ、私は木田元邦と申します。日本で美容外科医として働いています。今日はこの僕の大好きな、タイという国で、お仕事をいただけるということでやってまいりました。本日はよろしくお願いいたします。もともとタイという国が僕は大好きで、この大好きなタイの国で、お仕事をしたいという思いで来ました。何度もタイに来たことはあります。プライベートでも来たこともありますし、お仕事でも来たことがあります。で、国際学会イムカスっていうタイで行われて、イムカスっていう国際学会があるんですけど、それでもタイに訪れたことはあって、複数回来たことがあります。本当もう全てがアメイジングで、日本と全然空気が違うというか、すごくオープンマインドな気持ちになれる、そんなイメージが最初はありました。そしてタイの人々がみんな笑顔で幸せそうにされてるのを見て、すごく羨ましく思いました。最初は本当に旅行で来たのが最初のきっかけだったんですけども、そこからタイのクリニックで仕事をさせてもらったりとか、タイの学会で足を運ぶことが増えて、いわゆるプライベートだけじゃなくてビジネスでもタイに来るようになって、そのタイのカルチャーをもっと知りたい、そういった思いに変わりました。プライベートではソンクラン、すごく日本にはないそのフェスティバルで、とっても楽しかった。みんなが笑顔で水をかけ合って、最初はびっくりしたんですけど、もう気づいたら自分も水鉄砲で水をかけたりしてすごく楽しかった記憶があります。それは聞いたことがあって、すごくタイの人は親日、日本のことを好いてくれてるっていうのを聞いたことがあって、僕もタイも大好きなので、日本とタイがもっと交流して強い絆で何か一緒に何かできればなとは思っています。僕はもともと子供がすごく好きで、子供の未来を作るお仕事、最初は学校の先生を実は目指していました。そこからうちの父親がドクターで、その父の影響もあって、僕は最初小児科医を目指して、子供の命を救いたいと思って医者を目指しました。父から医者の仕事の尊さとか素晴らしさをよく家で聞いていて、で父の背中を見て僕も医師になりたいと思って勉強を、本当にもう毎日十何時間とかすっと勉強たくさんしました。そこにはすごく自分の中で大きなエピソードがあります。で最初ドクターになった時は小児科で働いていました。で小児科で子どもの病気を見ていたんです。で僕が見ていたのは主に子どもの脳のがん、脳の腫瘍の子どもたちを見ていました。どこまでここで切った方がいいですかね。わかりました。そうです。いえいえ。で子どもの病気というのは大人の病気よりも治すのが実は難しい。特にがんは進行が早く、助けられない命も実はたくさん医療の現場ではあったんです。で今でも自分の中で記憶に残っているすごく大切なエピソードがあります。7歳の脳の腫瘍で入院していた女の子がいました。でその日に手術をしたんです。でその日僕は夜当直で働いていました。で夜中にその女の子に呼ばれました。頭が痛いと言って
呼ばれて、僕はその女の子のもとに行きました。そこでその女の子に聞かれたことは、私はもう頑張ったから治ったよねって聞かれました。でも実は僕はその手術ががんを取りきれなかったことを知っていました。でも僕が言えることは、大丈夫だよ、もう治るからねとしか言えなかった。その、現実、自分が頑張れば病気っていうのは治るもんじゃないんだっていう、その、医療の現実に直面した時に、その自分の力で患者さんを笑顔にできるかに行きたい、そういう思いに変わりました。で、人によっては僕の選択は逃げ道みたいに感じる人もいるかもしれません。辛いその、医療の現場から自分は別の道に行った、人によってはそう感じるかもしれない。そこで僕が美容医療、美容外科医になったのが、自分自身が美容整形をしてすごく人生が変わったっていう思いが、エピソードがあって、僕もその自分が人生を変えてくれた美容外科医として働きたいと思うようになりました。で、美容医療というのは正解がなく、すごく難しい。だけど努力次第、僕の頑張り次第では患者様をみんな幸せにできるんじゃないか、そう思って美容医療を志しました。なぜかっていうと、例えばとても有名なアイドルになりたい、女優になりたいって言われても、それを実現することは難しい。だけどその患者さんをきれいにして喜ばせることは僕はできる。だから僕の努力次第で患者さんを幸せにできるかがこの美容外科だと僕は感じています。なので今働いていて僕はすごく楽しいし、もう天職だと思っています。僕は今で7年目になります。で、最初はそれこそ大手の美容外科って分かりますか？大手、何ていうのかな、大きなクリニック、すごく有名な日本で大きなクリニックでトレーニングを重ねて、その後中規模ぐらいのところでトレーニングを重ねて、その後自分で今開業したっていう。死ぬまで現役で働きたいです。どちらもあると考えています。なぜならば、続けた方がいいですか？なぜならば、美容医療というのはサイエンスをもとに今まで作られてきました。人の骨格だったり筋肉の動きだったり老化のメカニズムなど、いわゆる科学をもとに発展してきたのが美容医療です。その上で患者様を感動させるのが僕はアート性だと考えています。なのでまとめると、美容医療はサイエンスをもとに発展してきたが、その上にアート性があって、そのアートが人の心を動かすと考えています。そう、最初それこそもうすごく正直緊張はしました。たくさん本で勉強して、実際いろんな他の先生の手術を見学したりとか、たくさん準備はしましたが、実際初めて患者さんのお顔に触る時はとても緊張しました。でもその時教育体制がしっかり整ったクリニックで僕は働いていたので、もうマンツーマンでしっかりと上級医の先生がいて一緒にやりながら施術したので、失敗なくとても綺麗に仕上がりができることができて、患者さんに喜んでもらえたのを僕はとてもいい思い出として残っています。もうすごく嬉しく、もう患者さん以上に僕の方が多分嬉しかったと思います。そうですね。いわゆる今
美容医療がたくさんのものが出てきて、それこそ SNS を開けば美容医療の情報がたくさんあって、でその中でも感じるのがやっぱり間違った情報もたくさんある。でその間違った美容医療の情報をもとに、間違った整形を繰り返して、それでも幸せになれない人がたくさんいる。でルッキズムっていうその外見が大事と考える思想が日本でも今すごく広がってきている。これは非常に深刻な問題だと考えています。でそこで僕は美容外科医として正しい美容医療の知識や情報を一般の方に伝えて、間違った整形を減らしたい。あとはその自分を愛することの大切さ、僕の考えでいうラブ・ユア・セルフっていうのをもっとみんなに分かってもらいたいというふうに思っています。で僕がタイに興味を持ったのは、日本はすごく豊かな国だと思われているけども、幸せじゃないと感じる人がたくさんいます。一方タイの方を見るとみんな幸せそうに楽しく暮らしているのを見て、日本にないタイの考え方がきっとあるんじゃないかなと思って、僕はタイのカルチャーにすごく興味を持ちました。僕はタイのマイペンライっていう考えがすごく好きで、日本人としてやっぱりそこは学ばなければいけない考えというか、そこをもっと日本の方に知ってほしいなという思いでいます。もちろん美しさって人が美しさっていうと、有名な人気の女優さんだったりアイドルだったりとか、そういう人を普通の人は思い浮かべると思います。でも僕の考えは違います。美しさとは外見的な美しさだけではなく、内側からの輝き、それこそが美しさの僕は本質だと考えています。で美しさの内面の輝きはじゃあ何かというと、僕は自分を愛すること、自分が好きでいることが美しさの本質だと考えています。これは僕が美容外科医として働いていく中で気づいたこの考えです。ある人はとっても綺麗なお顔をされているのに、何か自分に自信がなくて、であまり僕からしたら魅力的には見えないなって思ってしまって、でもある人は見た目がすごく綺麗なわけじゃないけど、すごくニコニコして自分に自信があって笑顔で、そういう人を見ると比べると、僕はその後者の方、自分に自信がある人をやっぱり魅力的な人だなって感じるようになりました。なので美容医療はもちろん外見、見た目を整えるものですが、その中にある本当の思いは内面の美しさを引き出すためのものだと考えています。もちろん理想がやっぱり高い方は実際いらっしゃいます。本当に整形すればアイドルみたいになれるとか女優になれると思ってる方も多くいます。どうしても SNS の影響があって、みんな夢を見てしまうのは仕方ないと考えています。でも医師として大切なのは、きちんとゴールを伝えること、どれくらいになるかとか、その患者さんの希望が無理ならきちんとそこは難しいって、医学的に説明することがとても大事だと考えています。でもちろんよく僕も患者さんに先生になるにはどうすればいいですかってよく聞かれます。もちろん僕のやった整形をしても僕になれるわけではない。整形というのは魔法ではなくて、その人をプラスアルファ良くするものだと僕は考えています。その中で一番大切なのは、美容整形はゴールじゃなくてスタートだと僕はいつも伝えていて、僕も美容整形をして変わったけど、今の自分があるのは努力をし続けています。
食事だったりトレーニングだったり日々のスキンケアだったり、そういった努力なしでは本当の美は実現できないとお伝えします。なので患者様にはそのきちんとした現実を伝えて、一緒に頑張りましょうって一緒に頑張ることをお伝えしています。やっぱりやらない方がいい整形も中にはあると思っています。でやっぱり患者様のそのなりたいお顔と現実があって、その差を埋めるのが美容医療だと考えています。でもその患者さんが希望するメニューがここの差を埋めることができない、簡単に言うと理想の顔になれないような施術を好まれたら断ります。なので大切なのは医学的に判断をして適切なアドバイスをすることが大事だと考えています。僕が日本で有名なのはフィラーといういわゆる注射でお顔をきれいにする施術で僕は日本で有名です。日本でおそらく一番人気で症例をたくさん経験させていただいているという強みがあります。街を歩いていてもフィラーの先生と声をかけられることもあります。で僕はいわゆる切らないノンサージカルなメニューを得意としていて、その患者様のお顔を別人に変えるわけではなくて、その人のまま良くするっていうのを自然な美を得意としています。もう一つは権威性、いわゆる学会で発表したりとか他のドクターを指導する注入指導医として活動したりしています。教師みたいな感じで他の先生を教える。大学というよりかクリニックで他のクリニックのドクターを教える。タイでも教えたことがあります。タイでクリニックを開きたいという思いは実は今はあんまりなくて、どちらかというとタイでコスメブランドを作って一緒に自分のコスメブランドをアジアに展開していきたいという思いはあります。でそのためにはタイの多くの方に知ってもらう必要があると思って、その医者としての仕事以外にもモデルだったりとか俳優だったりとか、そういったアーティストとしてのその仕事もやっていけたらと考えています。ぜひ僕自身はドクターでありながら自分のことをアーティストだと思っています。なのでそういった自分のその今まで経験したことのないエンターテインメントのお仕事にもすごく興味があります。ぜひ僕のクリニックの僕の個人のインスタグラムだったりとかクリニックのインスタグラム、そしてホームページをご覧いただけると嬉しいです。サワディカ、タイの皆さん、こんにちは。いつかですね、この僕の大好きなタイの国で皆様とお会いできる日を楽しみにしております。ポムラックン Thank you カップンカップ